皆さんこんにちは、かよです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は私がいつも行っている公園の映像をビデオに撮ってきたんですよ。で、そこで私がいろいろと自分が見えているものを言葉で、説明していますので、まずはあなたにやっていただきたいこと。で、私がその自分が見ている景色を言葉で表現しています。で、あなたには2つやっていただきたいんです。もうその際に目を閉じて、まずは私のその公園に私が行ってますので、そのね、言葉、いろんなその言葉を目を閉じて、あなたは目を閉じて一切情報を遮断します。で、耳だけでその声を聞いて、どんな映像があなたの頭の中で浮かぶかっていうのをまずは想像してみてください。で、その後に目を開けて実際にその映像を目で見て、自分が耳から得た情報によって想像した、映像があります。で、それを実際目で見てみることで、どんな違いがあるのかなっていうところを楽しみながらご覧になっていただきたいんですよ。このエクササイズで伝えたいことは、いろんな情報があなたの中に入ってきても、一人一人その情報へのその解釈の仕方っていうのは違うっていうことなんです。だからもう受けたいろんな今はもう情報が溢れてますけど、いろんな情報を自分が受け取ったとしても、人それぞれ受け取り方は異なるので、たくさんの解釈があるんだよ。自分が実際やってみた解釈、そしてこの受け取り方でいいんだっていうことを実感していただきたいんです。今日はマインドフルネス的聴覚と視覚のエクササイズをお届けいたします。1回目、まずは目を閉じ、音声のみ聞いてください。さあ、どんな映像が頭の中に浮かびますか？ 2 回目、同じ音声を聞きながら、ご自身が想像した映像と見比べてみてください。どのような違いがありますか？それでは楽な姿勢をとって、目を閉じましょう。いきますよ。それでは、どうぞ。私がいつも行っている公園へようこそ。今日は雨です。見てください。雨に濡れた芝生とか木。色が濃くなって深みが出ますよね。こうやってフリーウェイのすぐ隣に公園があるんですよ。で、ここがバスケットボールコートになっていて、手前側と奥側にあります。すぐ横に歩ける遊歩道があるんです。で、その横に大きな芝生がドーンとあります。ほら、芝生が綺麗でしょ？短くカットされていて。だからね、この上で寝転がったり、この上でスポーツもできるんですよ。今日は人がいないので、
くるーっと見渡してみましょう。こうやって大きな緑色のきれいに手入れされた芝生の横を囲むように遊歩道がぐるーっとあるんです。で、このどんぐりがたくさん地面に落ちていて、これをリスさんが食べるんですね。そうこうしていると、リスさんがいました。アップにしてみたら、ちょっと気づいたかな？尻尾をフリフリ。あら、逃げちゃうかも。木に登っていっちゃいました。またね。この遊歩道を囲むように植木が植えてあるんですけど、公園に行くたびに緑色からどんどん赤色に変わっていくんですよ。で、この子供が遊ぶ遊具があるところ、ここも行くたびにたくさんの木についたこの葉っぱの色がどんどん変わっていって、最近すごいスピードで葉っぱがね落ちていって、さまざまな色の絨毯となって、地面を彩ってくれています。黄色やオレンジ、またはピンクや赤が混ざった、落ち葉。もうこれがすごくもう重なったら綺麗で、なんかこう歩くのがもったいないぐらいに思えるんですよ。これだけたくさんの葉っぱがあるにもかかわらず、一つ一つ見てみると、それぞれにいろんな顔があるんですね。一つにはこうちっちゃい斑点が点々点とあったり、違う葉っぱはちょっと穴が破けちゃってたり、色が本当に同じものが一つもなくって、さまざまなこのユニークあふれる葉っぱたち、形も違えば色も違う、お顔も違えば大きさもさまざまで、とっても見ているだけで癒されます。では目を開けて2回目に入ります。次は映像とともに音声をお聞きください。私がいつも行っている公園へようこそ。今日は雨です。見てください。雨に濡れた芝生とか木。色が濃くなって深みが出ますよね。こうやってフリーウェイのすぐ隣に公園があるんですよ。で、ここがバスケットボールコートになっていて、手前側と奥側にあります。すぐ横に歩ける遊歩道があるんです。で、その横に大きな芝生がドーンとあります。ほら、芝生が綺麗でしょ？短くカットされていて。だからね、この上で寝転がったり、この上でスポーツもできるんですよ。今日は人がいないので、くるーっと見渡してみましょう。こうやって大きな緑色のきれいに手入れされた芝生の横を囲むように遊歩道がぐるーっとあるんです。で、このどんぐりがたくさん地面に落ちていて、これをリスさんが食べるんですね。そうこうしていると、リスさんがいました。アップにしてみたら、ちょっと気づいたかな？尻尾をフリフリ。あら、逃げちゃうかも。木に登っていっちゃいました。またね。この遊歩道を囲むように植木が植えてあるんですけど、
公園に行くたびに緑色からどんどん赤色に変わっていくんですよ。で、この子供が遊ぶ遊具があるところ、ここも行くたびにたくさんの木についたこの葉っぱの色がどんどん変わっていって、最近すごいスピードで葉っぱがね落ちていって、さまざまな色の絨毯となって、地面を彩ってくれています。黄色やオレンジ、またはピンクや赤が混ざった、ね、落ち葉。もうこれがすごくもう重なったら綺麗で、なんかこう歩くのがもったいないぐらいに思えるんですよ。これだけたくさんの葉っぱがあるにもかかわらず、一つ一つ見てみると、それぞれにいろんな顔があるんですね。一つにはこうちっちゃい斑点が点々点とあったり、違う葉っぱはちょっと穴が破けちゃってたり、色が本当に同じものが一つもなくって、さまざまなこのユニークあふれる葉っぱたち、形も違えば色も違う、お顔も違えば大きさもさまざまで、とっても見ているだけで癒されます。いかがでしたか？大事なことは、同じ話を聞いても受け取る方は様々だということ。あなたの耳で聞き、目で見て、感じたことをそのまま受け止めてあげてください。肯定も否定もせず、ありのままの日常を見つめてあげることが、マインドフルネスにつながっていきます。ね、簡単なエクササイズになりましたが、楽しんでいただけましたでしょうか？綺麗でしたでしょう？もみじとかが。もう秋も終わって、もう落ち葉がたくさん今はあるんですが、この綺麗なね、やはり毎日行くと景色が全然違うんですよ。で、それを写真に収めたので、それを皆さんにお見せしたかったっていうのもあるんですけど、日本にもね、やっぱ土地柄難しいかもしれませんが、この公園っていうのはみんなが笑顔になれる場所だと思っているので、そういった環境設備っていうのも日本のその政府の方にはやっていただきたいなと思っています。私のポッドキャストでは、笑顔になれる公園はどっちだということで、日本の公園もしくはアメリカの公園ということで、このテーマを設けて、発信してますので、よかったら概要欄に、リンクを貼っておきます。お時間あらゆる方、またご興味あらゆる方は聞いてみてください。それでは今日もあなたの心と体にスマイルがたくさんたまりますように。また次回に。チャオ